今からおよそ400年前、日本は自らその扉を閉ざしました。鎖国。この言葉は私たちに何を語りかけるのでしょうか。外界との交流を断ち、約200年にわたり国全体がまるで巨大なカプセルのように時を刻み続けた時代。なぜ日本は世界に背を向けたのか。そしてその選択は私たちの国に何をもたらしたのか。闇に閉ざされたベールを今剥がしていきましょう。こんにちは、がっちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。時は16世紀。世界は大航海時代の熱狂の中にありました。ヨーロッパ列強は新航路を求め地球の裏側へ。彼らの目的は貿易による富、そしてキリスト教の布教という名の精神的な征服でした。1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって日本に鉄砲が伝来。やがてイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが来日し、キリスト教の波が急速に広がります。当時の日本は戦国時代。各地の戦国大名たちは鉄砲という新たな力を手に入れるため、そして貿易による利益を得るために南蛮人、すなわちヨーロッパ人たちを歓迎しました。特にキリスト教は従来の仏教や神道では満たしきれなかった民衆の心に深く根を下ろし、瞬く間に信者を増やしていったのです。この南蛮貿易の最盛期、日本は決して閉じた国ではありませんでした。しかし、繁栄の裏側で不穏な影が忍び寄ります。キリスト教の教えは、時の権力者にとって看過できない脅威へと変わり始めていたのです。豊臣秀吉は、キリシタンが仏教の寺院を破壊し、やがては日本の伝統的な価値観や政治体制をも転覆させるのではないかという危機感を抱きました。1587年、突如として発せられたバテレン追放令。ここから禁教の歴史が始まります。そして徳川家康による江戸幕府の成立後、その危機感は革新へと変わります。幕府の目に映ったのは、信仰の名のもとに団結し、時の権力をも恐れないキリシタンの存在でした。彼らはヨーロッパ列強の植民地支配の先駆けとなるのではないか。この危機感は1637年、九州で起こった島原の乱によって頂点に達します。過酷な年貢と弾圧に苦しんだキリシタンたちの大規模な一揆。幕府はこの反乱を徹底的に鎮圧し、キリスト教は国を揺るがす危険思想として完全に断罪されました。そしてこの事件を機に、幕府は外国との関係を根本的に見直す決断をします。日本人の海外渡航及び帰国を禁じ、大型船の建造をも厳しく制限。朱印船による活発な貿易も終焉を迎え、日本は徐々に扉を閉め始めたのです。外国の力を借りず、国内だけで統治を安定させる。これが幕府の至上命題となりました。1641年、幕府は唯一残されていたポルトガル人居留地を長崎の人工島出島から追放。ここに一般的に言う鎖国体制が完成します。しかし、鎖国とは国を完全に閉ざした状態ではありませんでした。現代の私たちはこの言葉に完全な孤立をイメージしがちですが、実際には徹底的な管理下の下で限定的な外交が続いていたのです。幕府が外交窓口として認めたのは、わずか4つの窓口と5つの国でした。最も有名なのが長崎、出島。ここで交流を許されたのは、プロテスタント国であり布教活動を行わないオランダ東インド会社ただ一国でした。オランダ商館長は毎年江戸へ赴き将軍に謁見するカピタンの江戸散布が義務付けられました。これは日本の統治体制が盤石であることを西洋世界に見せつける儀式でもありました。そしてオランダと共に中国の商人たちも長崎で貿易を許されました。
現在の長崎県対馬藩は朝鮮との外交を担当。国書を携えた朝鮮通信使は将軍の代替わりごとに来日し、その行列は数千人規模に及びました。これは当時の日本にとって朝鮮半島と中国の知識や文化を吸収する重要な機会でした。南の薩摩藩は琉球王国を介して中国との間接的な交易を維持。琉球王国の施設もまた江戸へ上りました。そして北の松前藩は蝦夷地、すなわちアイヌとの交易を管理し、間接的にロシアの情報を得ていました。鎖国とはこれらの窓口を通じて日本の安全保障と経済を維持しながら、キリスト教やそれに伴う列強の干渉というリスクを徹底的に排除するための国家的な情報管理システムだったのです。窓は閉ざされていましたが、完全に光が遮られたわけではありませんでした。むしろ、長崎の出島という小さな窓から入る光は、日本の知識人たちを熱狂的な探求へと駆り立てました。それが蘭学です。オランダ語で書かれた西洋の科学、医学、天文学、地理学の知識は翻訳され、地下水脈のように日本の学者たちに広まっていきました。前野良沢と杉田玄白らが命がけで翻訳した医学書、解体新書はその最たる例です。西洋の正確な解剖学の知識は、当時の日本の医学の常識を根底から覆しました。鎖国による平和な時代は、日本の識字率を高め、文化の成熟を促しました。ヨーロッパで起こった宗教戦争や革命の混乱から隔絶されたことで、日本は内政に集中し、独自の発展を遂げることができました。しかし、その窓は常に幕府の厳しい管理下にありました。海外との接触は即座に国禁を犯した大罪とみなされました。特に、蘭学者が海外の地理や軍事技術に触れることは、幕府にとって最も恐れる事態でした。有名な事件が、ドイツ人医師シーボルトをめぐる事件です。彼は出島で日本人医師たちに西洋医学を教え、日本へ多大な貢献をしましたが、帰国直前に禁制品である日本の地図や国の機密情報を持ち出そうとした容疑が発覚。彼に学んだ多くの日本人が投獄されるという悲劇を生みました。鎖国体制は知識の力を最も恐れていたとも言えるのです。それでも西洋の技術はわずかながら浸透し続けました。天文学、測量術、西洋画、それらはやがて来る開国の時代に日本が世界に追いつくための静かなる土壌を耕し続けたのです。鎖国は日本に約200年の太平の世をもたらしました。戦乱のない時代は庶民文化を花咲かせ、浮世絵や歌舞伎、俳句といった独自の文化が世界に類を見ない発展を遂げました。しかし、その功績の裏側で鎖国は日本を世界の急速な変化から隔絶するという大きな罪も負いました。産業革命によりヨーロッパ列強は圧倒的な軍事力と経済力を手に入れました。アヘン戦争で清国がイギリスに敗北したというニュースは、鎖国の壁を越えて日本の指導者層にも大きな影響を与えます。19世紀に入ると、ロシアやイギリス、アメリカなどの異国船が日本の近海に姿を見せ始めます。彼らは食料や燃料の補給、そして通商を求め強固な態度で開国を迫ってきました。そして1853年、歴史的な転換点が訪れます。浦賀沖に現れたアメリカ合衆国の黒船、ペリー提督率いる蒸気船艦隊は、当時の日本の技術では想像もできない威圧感を持って鎖国の終焉を告げました。鎖国という巨大な国家システムは、西洋の近代技術と軍事力というあまりにも強大な外圧によって脆くも崩壊したのです。日本は鎖国によって培われた独自の文化と蘭学を通じて蓄積された知識を手に世界へ飛び出すことになります。鎖国、それは単なる閉鎖の時代ではありませんでした。キリスト教の排除という政治的な決断と国益を最大化するための情報管理システム、そして外圧から隔絶された中で、日本人が自ら文化と知識を成熟させた
静かなる進化の時代でもあったのです。もし鎖国がなければ、日本はヨーロッパの植民地になっていた可能性もあります。しかし、鎖国がなければ、日本の近代化はもっと早く進んでいたかもしれません。正解は歴史の霧の中にあります。鎖国という選択は200年の時を経て、近代日本を形作る最も大きな土台となったのです。私たちは歴史から何を学ぶべきでしょうか。変化を恐れることなく、世界と対峙する勇気、そして自国を見つめ直す内省の力。この200年の封印が解かれた時、日本は世界史の激流へとその身を投じたのでした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。がっちゃんでした。